regarde là-bas. Est-ce que tu nous vois? C'est difficile à dire la vie sans toi. Est-ce que tu y crois? Je ne sais pas écrire s'il manque de toi. Un coin tranquille. 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回はリクエストをいただいていた文房具収納について私なりのこだわりとおすすめ無印アイテムをサクッとご紹介します。文房具収納に困っている方はぜひ最後までご覧ください。ということで早速行ってみましょう。文房具って知らない間にどんどん増えていきますよね。手帳の時間チャンネルではたくさんの文房具をご紹介するので、できるだけデスク周りがごちゃごちゃにならないように気をつけています。文具収納のこだわりポイントは場所を変えても使えるという点です。無印で販売されているアクリルケースはデスク周りはもちろんリビング、キッチン、エントランス、バスルームどこにでも使えるので、文房具が増えたり減ったり、デスク周りのインテリアが変わったとしても自由自在にアレンジできます。アクリルケースのいいところは中身が見える、そして主役にも脇役にもなるというところですよね。実際にどう使っているのか、お気に入りの5つの商品をご紹介します。まずは重なるアクリルデスクトップボックス小。積み重ねができるアクリル製のボックスで細々っとしたものを収納することができます。物の定位置を決めるのにすっごく役立つアイテム。例えばデスクに直接置くとバラバラになったり傷つく可能性のあるものをちょこんと置くことができます。高さがあるものでも転がりやすいものでもこのボックスに入れるだけですっきり見えるのがお気に入りポイント。文房具はカラフルなものが多いので上手に仕切ることでごちゃつきを抑えることができます。文房具収納を考えるときはお手入れのしやすさも大事ですよね。スタンプのインクがついたとしてもすぐに拭き取るだけで綺麗が保てます。あとなかなか減らない付箋も収納に困ることがありますよね。特に小さい付箋はすぐになくなったり最初から最後まで使い切るまでに時間がかかる場合があります。でもアクリルケースに入れておけば大丈夫。半端な付箋も綺麗に保管ができますよ。正方形という形はどこに置いてもすっきり見えるのでごちゃつきやすいものをまとめてみましょう。私はよく使うシールの定位置にしています。次はアクリルスマホ小物スタンド台。スマホを立てかけて使うことができる小物スタンドです。これを使う前までは本当に使いやすいのかな、形がちょっと微妙かもと思っていました。でも今は毎日のように使っています。使えるところは1つ、2つ、そして3つ。私の使い方は左側にホッチキスとか定規、ハサミなどちょっとした事務用品を入れて何か作業をしたい時にまとめてパパッと取り出せるようにしています。一箇所に集めてもあまりごちゃついた印象はないかと思いますがどうでしょうか。そして左側は主にペン類を収納しています。ここはその日の気分で文房具を入れ替えることが多いです。手前にはメモ帳と時計のスタンプを置いています。自分のルーティンに合わせた配置なのですごく使いやすいですね。デスクに直接物を置かないのでとても快適に使うことができますよ。小物や文房具を入れた状態でスマホを立てかけて集中することもあります。今好きなアプリは集中アプリ。10人に9人のユーザーがやる気生産性が上がったと回答しているアプリでめちゃくちゃおすすめです。スマホ小物スタンドというネーミングですがいろんな場面で活用ができます。無印のオンラインサイトを見てみるとレビュー評価は 4.6。 リビングで使ったりバスルームで使ったりする方も多いようです。ネイルの置き場にもちょうどいいサイズで並べておくと綺麗かもしれません。外からは見えない棚の中でもアクリルケースを使って仕切れば自分以外の家族にも優しい収納になりますね。
ずっと使っていると細かい傷はつきますが、変色する心配もないし、とても清潔です。次はアクリル小物ラック。机周りの小物を整理できる斜め仕切りの小物入れです。収納力は抜群なのに意外と場所を取らないところが気に入っています。同じ種類のペンが増えた時、そしてよく使う文房具がある時は2段を上手に使うと良さそうですね。この時のポイントは8割収納。少しの余白を残しておくと取り出しがスムーズです。会社とかに一つあると全ての文房具を集約することができそう。この上の部分にはささっと取り出せるものを置いています。これはダイソーのクリップです。両サイドにクリップを挟んでおけば輪ゴムもかけられますよね。結構よく使うものなら割と何でも置けます。ダイソーのコーナーパンチ。デスクの大きさやデスク周りの環境を考えて便利な動線にしてみました。もちろんペン類だけじゃなくてメモ帳とか付箋も収納ができます。少ない場合にはここにちょこんと置いておくのもいいですね。スッと取り出してスッとしまえる。同じ種類の文房具が増えすぎる場合は別の収納方法を考える必要がありますが、パパッと取り出せるので便利です。キッチンやリビングでも自分の習慣に合わせて使うことができます。飲み物やサプリを一つにまとめて飲み物コーナーとかサプリコーナーを作るのもおすすめ。使わなくなった場合は収納するものを変えてどんどんアレンジできるのもアクリルケースのいいところだなと思いました。最後はアクリルレタースタンドワイド。毎日使う手帳やノートを立てて収納するのに使っています。無印のアクリル商品は適度な重さと厚みがあるため安っぽくならずに安定することが多いです。今はデスク横に2つ並べてるんですが、A5サイズ以下の手帳やノートは綺麗に収納できていいですよ。この程よい斜めの角度がついていることでささっと取り出しやすくなっています。やっぱり圧迫感がないのはすごくいいですよね。並べても美しいです。手帳やノート以外にコーヒーフィルター入れとしてもぴったりなので、おしゃれな収納が好きでシンデレラフィットを求めている方はぜひチェックしてみてください。私は配置を変えるのが好きなので固定はしていないのですが、もし固定したい場合は耐震マットを引くのがおすすめです。ズレもなく安定して取り入れができますよ。ここには私のシンデレラノートを端っこにこのように置いて、そして無印の振り返り用の KPT ノートでバレットジャーナル、お気に入りのオリジナルノートは3冊置いていて、あと残りは3年日記と心を整える心ノート、合計7冊がデスク横に立っています。ということで今回は文房具収納について私なりのこだわりとおすすめ無印アイテムをサクッとご紹介しました。その他の文房具収納についてもこれから動画にできればいいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。